ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。神奈川県横浜市最大の駅である横浜駅とベイエリアの大規模再開発都市であるみなとみらい地区や中華街、山下公園地区などを結ぶみなとみらい線。そんなみなとみらい線は横浜以北で東急東横線と直通運転をしており、東急東横線の延長部的な役割の路線となっています。そのような運行形態のため東急の一路線だと思われがちですが、実際には横浜市などが出資する第三セクターである横浜高速鉄道によって運営されています。みなとみらい線は2004年2月1日に開業し、今年で20周年を迎えました。2013年からは東京メトロ副都心線や東武、西武との5社7路線相互直通運転も始まり、ますます便利な路線となっています。ところで、横浜市最大の駅である横浜駅には東急以外にも JR や京急、相鉄などさまざまな鉄道会社が乗り入れています。その中でなぜみなとみらい線は直通運転先として東急を選んだのでしょうか。実は東横線以外の直通運転先の候補があったこと、皆様は知っていますか？そこで今回の動画ではみなとみらい線がなぜ東横線と直通運転をするようになったのか、その理由や経緯などについて解説・考察をします。それでは本編へどうぞ。みなとみらい線の概要。みなとみらい線は神奈川県横浜市西区の横浜駅から中区の元町中華街駅までを結ぶ全長 4.1km の鉄道路線です。第三セクターの横浜高速鉄道が運営をしており、正式な路線名はみなとみらい21線と言います。しかし横浜みなとみらい21という名称があまり使われず、もっぱらみなとみらいと呼ばれているように、この名称が用いられることはめったにありません。直都市計画法に基づく名称は横浜国際港都建設計画都市高速鉄道第4号みなとみらい21線となっていますが、もちろんこんな名称ほぼ誰も知っていません。ちなみにみなとみらいが MM とよく略されるように、みなとみらい線も MM 線と呼ばれることがあります。もちろんアルファベット2文字の路線記号も MM であり、みなとみらい線を示す看板や車両に掲げられる丸いロゴも M の文字をベースにしたオリジナルのものです。全長 4.1km のみなとみらい線は全線が地下区間となっており、横浜随一の繁華街の一つである横浜駅のうち、西口に近い南幸地区の地下5階のホームから、横浜新都心の横浜みなとみらい21地区や、横浜市や神奈川県の行政機関が多く立ち並ぶ官庁街や、横浜 DNA ベイスターズの本拠地、横浜スタジアムがある関内地区、そして観光地である横浜中華街や山下公園など、横浜市中心部の地下を通る路線となっています。みなとみらい線には6つの駅がありますが、利用状況を見ると横浜駅を利用する乗客が全体の 96% を占め、多くの人が横浜駅を利用していることがわかります。次いで元町中華街駅、みなとみらい駅が利用客の多い駅です。また横浜駅を介して東急東横線と相互直通運転をしており、渋谷から先は東京メトロ副都心線にも直通します。さらに東京メトロ副都心線を経由して、最長では甲子経由で東武東上線に直通して小川町駅まで、または小竹向原経由で西武線に直通して飯能駅まで向かいます。なお横浜駅で接続しており、なおかつ東急新横浜線を介して東横線と直通運転をする相鉄線への直通運転は実施しておりません。ただし試運転やダイヤ乱れ発生時などにおいて、相鉄線の車両がみなとみらい線へ乗り入れることはあります。そんなみなとみらい線を運行している横浜高速鉄道は、横浜市と神奈川県が主に出資した上で、その他多数の民間企業も出資する第三セクターです。民間の出資会社は東急電鉄の親会社である東急、相模鉄道の持ち株会社である相鉄ホールディングス、京浜急行電鉄といった横浜市内を走る大手私鉄のほか、地元横浜の横浜銀行や三菱グループの三菱地所、
三菱 UFJ 銀行も出資しております。このほか国が管轄している日本政策投資銀行や UR 都市再生機構も出資をしております。109万2000株が発行されている株式については、横浜市がおよそ 18.36% にあたる18万6000株、神奈川県がおよそ 8.88% にあたる9万株を保有しており、民間で最大の株式を保有する東急株式会社は、およそ 4.44% にあたる4万5000株を保有しています。なお同じく地下トンネル内を走る上に、横浜市交通局が運営するため関係があると思われがちな横浜市営地下鉄とは全くの別の運営母体となっています。みなとみらい線の全線が地下区間なことについては、地上にスペースがなかったためということであり、国土交通省の定める地下鉄の分類にも含まれません。横浜高速鉄道はみなとみらい線の運営を行うほか、みなとみらい線開業以前の2000年3月29日に通勤線化された東急こどもの国線の線路設備も保有をしています。横浜高速鉄道として保有している車両についても、みなとみらい線や東急東横線などで使われる Y500 系のほか、こどもの国線専用の Y000 系もあります。また鉄道施設はみなとみらい線とこどもの国線のほか、京急横浜駅改良工事で新設した一番線ホームや一部通路、改札など京急に貸与している設備も実は保有しています。これは鉄道駅総合改善事業の補助金を国から受けるために、横浜高速鉄道が事業主体となって整備をしたためです。そんな横浜高速鉄道が保有するみなとみらい線ですが、実は2004年2月1日の開業から2024年の投稿時点における本年で20周年を迎えました。それに伴って現在、様々な記念イベントや企画が行われています。みなとみらい線の建設経緯。そんなみなとみらい線の建設ですが、1965年に横浜市の活性化を目的に提案された大規模な都市計画、横浜市6大事業が発端となっています。横浜市6大事業計画には都市部の強化や市営地下鉄の建設、また港北ニュータウンの造成などが挙げられていました。当時の横浜は市の中心部である関内、伊勢崎町地区と新たな中心部として発展し始めていた横浜駅周辺地区とが二極化しており、みなとみらいはその2つをつなぐ再開発新都心として1983年から造成を進められているものとなります。当時のみなとみらい地区は一般人の立ち入れない造船所や国鉄の貨物ヤードなどが広がっていました。そのため旧来の市街地である関内地区と新しい繁華街である横浜駅周辺エリアを分断している造船所や貨物ヤードがあったエリアの再開発とともに、その再開発エリアのアクセスを確保するための目的で建設を計画された路線がみなとみらい線ということなのです。ちなみに当初のみなとみらい線は横浜市営地下鉄の3号線、関内、あざみ野間の一部として提案されました。もともと3号線は本木から関内、桜木町、横浜、新横浜などを通り、港北ニュータウン方面までを結ぶものでした。しかし地下鉄工事に伴う国道の渋滞が懸念されるなどの理由で、関内から先、本木方面への工事着工が保留。結局建設されることなく計画が破棄され、3号線も関内、湘南台間を結ぶ1号線と一体化されており、現在はブルーラインとして湘南台、あざみ野間が一体化され、全長 40.4km の長大な地下鉄路線となりました。そしてその破棄された3号線計画の一部を活用し、1985年に桜木町、山下町間を結ぶ路線として、みなとみらい21線の建設が計画されたのです。みなとみらい線の当初の直通先。1980年代からみなとみらい地区の開発が始まり、みなとみらい地区及び関内地区周辺、及び横浜駅周辺の輸送需要の増加が見込まれました。しかし地下鉄3号線が本木方面へ伸びる気配は一向に立たずにいました。そんな中で1989年、
第三セクターの横浜高速鉄道を設立。その横浜高速鉄道は1990年4月、みなとみらい21線の鉄道事業免許を取得しました。ただし当初のみなとみらい21線の計画路線は、現在とは若干異なった一面を持っていました。まず起点は横浜駅ではなく東神奈川駅であり、横浜駅は現在のように西口の南幸地区ではなく、よりみなとみらい地区に近い東口の高島地区に設けられる予定でした。横浜駅東口バスターミナルや Y キャットの近くにある横浜市営バスの操車場あたりの地下に設置される予定でした。そこからは今のように元町方面へ路線を伸ばし、さらに本木経由で国鉄根岸駅に至る計画でした。また起点の東神奈川駅からは国鉄横浜線と直通運転を実施し、新横浜、町田、八王子方面と直結する予定だったのです。しかしみなとみらい線と国鉄横浜線の直通計画は結局のところ実現しませんでした。長年横浜駅に乗り入れないと揶揄されており、この計画が実現すれば横浜線も京浜東北線を曲がりせず、恒常的に横浜駅まで入線できたのになぜでしょうか。その大きな理由の最大の理由としてタイミングがあります。ところで国鉄が爆発して横浜線が JR 東日本の路線となったのは1987年4月1日のことです。この計画が発案された当時は国鉄の財政悪化が問題視され、国鉄爆発寸前の状態でそれどころではなかったのです。その他にも京浜東北線の延長部として使われている根岸線と一部のルートが並行していることもあり、重複区間の処理関連でも問題があったようです。どうして東横線がみなとみらい線の直通先に選ばれた？国鉄横浜線との直通を前提としていたみなとみらい線ですが、結局国鉄横浜線との直通運転は破棄されることになりました。その後横浜市はみなとみらい線の直通先を模索するため、東急のほか京急や相鉄、また横浜市交通局など横浜駅に乗り入れる各鉄道事業者と交渉を重ねます。その結果、みなとみらい線の直通先は東急東横線に決定したのです。このことは1987年6月11日の神奈川新聞において一面スクープとして報道されており、地域住民からは驚きの声を持って知られることになりました。ところで横浜駅に乗り入れる多くの路線の中から東横線が選ばれた理由は何だったのでしょうか。みなとみらい線側の事情。みなとみらい線は先ほどまで紹介したように、もともと横浜線との直通を想定して計画が立てられました。このことからわかるように、みなとみらい線は初めから独立した鉄道路線ではなく、横浜より先は他社と直通運転することを前提としていたのです。そのため、みなとみらい線の計画の中心だった横浜市は、横浜線との直通計画が破棄された後も、横浜駅に乗り入れる路線を持つ事業者である JR や東急、京急、相鉄、横浜市交通局などさまざまな事業者と交渉を繰り返していました。そもそもみなとみらい線の直通運転先として横浜線が候補に挙げられていた理由とは何でしょうか。それは横浜線が横浜市北部を縦断する路線形状で、かつ東海道新幹線が乗り入れる新横浜を経由するルートであり、それが横浜市にとって都合が良かったためです。しかし東横線と直通すれば新横浜は通らないものの、若者の街として当時知られた渋谷まで乗り入れ、東京都心まで直結できる上に若者への認知拡大につながります。東京都心方面へ向かわずに八王子を終点とする横浜線より、東横線と直通する方がみなとみらい地区への人の動きは増える。横浜市はこれを期待したのではないでしょうか。ところでみなとみらい線は国鉄に直通運転を断られたため、その後仕方なく他の直通先を模索して東急東横線をパートナーとした。もしかするとそんなイメージがあるかもしれません。しかし実際にはむしろ東横線が直通運転先に決まったため、
横浜市の方から JR に断りを入れたというのが真相のようです。もちろん先ほどのようにタイミングや懐事情などもあり、国鉄 JR 側でそこまでの余裕が当時はなく、それではみなとみらい線開業のスケジュールに間に合わなさそう。それが横浜線との直通運転を諦めた理由としては大きかったのではと考えられるでしょう。ただしその裏には東横線と組む方がメリットが大きそうだ、そんな計算もあったのではないかと思われます。実際横浜市側から直通を断ったせいなのか、当時の JR は横浜市側に対してあまり印象を持っていなかったという意訳の証言もあります。そんな東横線とみなとみらい線の直通ですが、東白楽以南の近茅横浜桜木町間の廃止など当初の横浜線直通計画と比べるとハードルが高いものでした。しかし東横線と直通したことによって東京都心部である渋谷への直通を果たしました。それだけでなく1990年代後半頃より計画された東横線と東京メトロ副都心線が渋谷駅を介して2013年より直通し、後の動きでさらなる恩恵を受けています。東京メトロ副都心線は和光市駅を介して東武東上線、また小竹向原駅を介して西武線と直通運転をしており、これらの路線からもみなとみらい線へ直通します。このようにネットワーク拡張に乏しい横浜線ではなく、さらなるネットワーク拡大をした東横線とつながったことでみなとみらい線はより便利になりました。また東武東上線や西武線とつながったことによって埼玉方面から直通で横浜に観光へ訪れた上でみなとみらい線を利用する人も多数います。なので結果論という形にはなるのですが、みなとみらい線としては直通先に東横線を選んだのは今考えれば正解だったと言えるのではないでしょうか。東横線側の事情。ところで当時の東京急行電鉄が横浜高速鉄道側の申し入れを受け入れた1987年、当時の東横線でもまた深刻な問題を抱えていました。みなとみらい線に関わる項目で特に深刻だったことは、横浜桜木町間の輸送密度が低かったことと、東横線の横浜駅が狭く拡張も難しいことの2点です。当時渋谷方面から東急東横線に乗車し、横浜方面まで向かう乗客のほとんどは横浜駅に到着すると降りてしまい、横浜桜木町間の乗客は決して多くありませんでした。そこで東急はみなとみらい線と直通することで横浜以南の輸送効率が改善できると考えたのです。また地上2階に位置した横浜駅の東横線ホームは構内にカーブがあるため将来的に拡張できる余地がなく、さらに上下線ともに手狭となっていました。ビルや国鉄 JR 線に挟まれた敷地にある上、1980年の国鉄通勤後方面作戦で MS 分離を実施した際、それまで貨物線として使用されておりホームがなかった現在の横須賀専用線路にもホームが新たに設けられ、東横線横浜駅の拡張余地が狭まっただけでなく、横須賀線ホームが他のホームから離れたいびつな場所に位置し、旅客の流動性などで問題が発生することにもなったのです。また東横線だけでなく横須賀線のホームも狭くなり、これは後に湘南新宿ラインが運転を開始すると混雑問題へと発展することとなったのです。東横線がみなとみらい線と直通運転をする際、東横線横浜駅が地下化されたことによって東横線横浜駅のホームも拡張されているのですが、この跡地を使って横須賀線ホームも大幅に拡張されており、横浜線とみなとみらい線の直通が破棄された JR にとっても実は間接的に恩恵を受けていたのでした。次に東急グループ全体から見てみると、みなとみらい地区でのさまざまなプロジェクトに参加するチャンスを得られる、そのようなメリットもありました。もともと東急には都市開発事業の実績がたくさんあり、傘下の東急不動産が不動産業界で4位の地位にあるなど、そこから実績を証明するには十分と言えるでしょう。しかしみなとみらいエリアについて、東急の事業エリアの中心に位置するにもかかわらず、当初東急はこの地区に所有地を持っていませんでした。
なので積極的でなかったようですが、横浜市からみなとみらい線への乗り入れが打診されたのをきっかけに、東急もみなとみらい地区の開発に参加できたのです。例えばみなとみらい駅に直結する24街区を対象にしたクイーンズスクエア横浜開発プロジェクトは、東急グループが参加した開発計画の一つです。実際今でもクイーンズスクエアには2017年に開業したみなとみらい東急スクエアが入居しています。そんなみなとみらい線への直通ですが、東横線や東急グループにもメリットがたくさんあった一方で、東急側にとっても大きな負担もありました。直通運転を開始するため、東急東横線では東白楽横浜間を地下化、並びに高島町桜木町の2駅については廃止されることとなったのです。そのため特にこれまで終着駅として栄えてきた東急東横線桜木町駅の地元住民からは当然ですが猛反発を受けることになったのです。東急では横浜市や横浜高速鉄道と協力してこれに関するさまざまな補償を負担しています。例えば桜木町駅と野毛地区を結ぶ地下道と東口の南側にある桜木町駅前歩道橋は東横線の桜木町駅が廃止されることだけでなく、 JR 桜木町駅の駅舎改修に伴う移設や道路整備に対する補償として整備されたものです。また野毛地区の地域振興策として野毛大道芸の実施や野毛本通りのモール化、横浜にぎわい座の開設も行われました。なお東横線の横浜桜木町間が廃止された理由ですが、詳しくはこちらの動画にて紹介しております。この動画のご視聴が終わった後、概要欄からご視聴いただけますとより理解が深まるのではないかと思います。東横線直通開始決定後の東横専用車両の動き。東急では1980年より実用化が開始した軽量ステンレス車体構造という当時画期的なステンレス車を量産初採用した8090系を1980年にデビューさせました。その一方東横線で1980年に8090系がデビューした後、80年代半ばにみなとみらい線との直通計画が決定します。ところがみなとみらい線は地下路線で建設されることになり、正面に貫通式の脱出用非常扉が設置された地下鉄に対応した先頭車両が必要となったのです。一方で8090系は非貫通構造の前面で、この構想に向けて対応が必要となりました。そこで8090系を将来のみなとみらい線乗り入れに対応させるべく、1988年に代替の先頭車として8590系重量が製造されました。8590系の登場によって8090系は8両編成10本から5両編成10本と8両編成5本へ組み替えられました。このうち8両編成は東横線で引き続き使用され、8090系は大井町線へ転用されていきました。これと前後して前面に非常扉を備えた9000系が14本製造され、8590系とともにみなとみらい線の主力車として乗り入れを開始しました。みなとみらい線の開業時は8590系5本のほか、8000系12本と9000系14本が東急の車両として運用に入り、それに横浜高速鉄道保有で共通運用されている Y500 系6本の計8両編成27本体制でみなとみらい線と直通先で一体化された東横線の運用を賄ったのでした。ただしその後の東横線においては8000系の直接置き換え目的で5050系の投入が始まり、同時に8590系も立場を追われることになります。2005年5月に5050系が追加で2本入り、それを受けて8月に8590系の1本が東横線の運用を離れ、2006年7月までに全編成が東横線から離れました。最終的には3本が5両編成化され大井町線に、2本は10両編成化され田園都市線に転属しました。こうして8590系が投入された本来の目的であったみなとみらい線乗り入れはたった2年半にとどまったのでした。その後さらなる5050系の投入や副都心線直通などもあり、
5050系の直接置き換え対象だった8000系はもちろん、9000系も2013年3月までに東横線から撤退。9000系は全編成が5両編成に短縮の上で大井町線へ転属し、もともと東横線にいた8090系や8590系を置き換え、また田園都市線に転属した8590系についても2020系の 2127F や 2128F の導入と引き換えに2018年12月と2019年2月に1編成ずつ引退しています。現在のみなとみらい線を走る車両の中心は東急5050系と横浜高速鉄道保有の Y500 系の2種類です。といっても Y500 系は低コスト化やメンテナンス共通化のため田園都市専用の東急5000系の設計を流用しており、 Y500 系と5000系の派生系列である5050系の中身についてはほぼ同じものと言ってもいいほどです。しかし港町である横浜らしいブルーとイエローのカラーリングが印象的な Y500 系と赤とピンクのラインが入ったシルバーの車体を持つ5050系のイメージは大きく違うため、それぞれ別物のように見えるのではないでしょうか。車内においてもかなり見つけが違う上に、5050系についてはその複雑かつカオスな車両編成もあり、車両単位で車内色彩などが違うケースも珍しくありません。さらに本来田園都市線向けに製造された5000系についても一部が8両編成となって5050系の8両編成と共通運用にて東横線用の車両として運用されています。また5050系についても車両単位において元田園都市線の5000系だった車両が一部で混じっています。なお Y500 系はみなとみらい線の開業日である2004年2月1日に合わせて8両編成6本計48両が作られました。このうち5編成は現在も現役で走行していますが、 Y516F のみ2014年に東横線元住吉駅で発生した追突事故に巻き込まれ、突っ込んだ5050系 5155F ともども廃車となっています。この代替車両として東急では追加で5050系を2編成製造し、保証で5050系の 5156F が横浜高速鉄道へ譲渡され、改版、車内外カラーリングの変更などを実施。 Y500 系へ編入された上で Y517F とされ、いろいろと仕様が異なる異端車として現在も走行しています。ところでこの Y500 系についてですが、現在は東急と借地契約を結び東急元住吉見車区を拠点としており、車両自体も東急元住吉見車区に所属しております。なのでみなとみらい線に車両の留置場がないのですが、東急との借地契約の問題でこれを自社線内に留置できるようにする必要が発生しているのが現実です。そこで横浜高速鉄道は元町中華街駅から少しだけ海の見える丘公園方面へ589メートルほど延伸した上で10両編成4本の留置が可能な留置場を作る計画があります。これはみなとみらい線内で留置場所を確保するだけでなく、元町中華街駅の引き上げ線としても機能する計画です。すでに2022年3月1日より工事の着手が始まっているようで、今後は2030年度までに供用を開始したいとしています。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって、みなとみらい線が東横線と直通する理由について、実は当初国鉄横浜線を直通運転先として計画が進んでいたこと、しかし国鉄の財政悪化や爆発を控えており、タイミングが合わなかったため横浜線との直通運転は断念されたこと、みなとみらい線自体が直通ありきの路線として計画された都合上、その後も直通運転先を模索した結果、東横線と直通運転をすることに決めたこと、東急側が飲んだ理由としては手狭な横浜駅の拡張性や横浜・桜木町間の輸送量に問題があり、それを解決するための手段やみなとみらい地区の開発参加が主にあること、みなとみらい線との直通運転に関連した東急東横線及びみなとみらい線の簡単な車両事情などについて知ることができたのではないかと思います。
この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますのでぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。まもなく1番ホール各駅停車所沢行